にちは。やばい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 。嫌がり具合がすごい。でも可愛すぎる。こんにちは。こんにちは。はい、カールです。こんにちは。そう一瞬で大きくなっちゃうから、ちょっと今のうちにね今のうちに取らないとちょっと取っとかないとね。ね。こんにちは、カールです。オスカです。そうね。で SNS でね、こう SNS もそう好きだし、かっていう人がまあたくさんいて、そうだね。なんか、まず私は言いたかったことをちょっと言わせていただきたいと思うんですけど、はいはいはい。テレビで見てるなんかそれがリアリティショーだとしても、自分が全て分かってるっていうのを思わないでほしいんです。そう視聴者の人がね。そう、それはなんかやっぱりその場にいないと分からないこともたくさんあるし、そうだからなんか決めつけて話すのはって相当頭がなんだろう、考え方がすごい狭いなと思ってしまうんですよ。要はその DM とかコメントでビビさんは〇〇な人だからこうなんですよねみたいなとかも決めつけてきちゃう人もいたりとかそうだし、なんか番組のことも全て理解してるそうでも思い込んじゃってる、思い込んでコメントしてきてるとかもそうだし、それこそなんか番組の会社に電話とかかかってきたり、めちゃくちゃなんか悪口とか言われたりして、あんまりなんか誰も幸せにならないじゃないですか、それが、そうやっても別に、どういうなんか正義感なんだろうが、なんか、どういう考えでそれをやろうと思ってるかわからないですよね。そうで、それこそもちろんアンチもそうなんだけど、今まで私はそんなになんかあんまり考えたことなかったかもしれない、アンチに対して。そう来た時に別になんだろう、なるほどねみたいな、すごいストレス溜まってるんだなって思って、私のインスタで言うければ、私の好きな写真の下に書くと削除したりしたことあるんですけど、でもDM に関しては普通に全然なんだろう、自分のエネルギーとか時間とかそういうことにかけたくないと思ってたから、別に一回だけ一瞬だけなんか初めて来てた時に、初めてなんかそのテラスハウスに出てから初めてブワーって来た時にすごいちょっと1日だけ落ち込んだ日があって、でも登場した日一部しか見てないからさ、分かってないのになんで決めつけるんだろうってすごいなんか最初なっちゃった、自分の中で。言ったから、いや見てないけどでもちゃんと言ってるからみたいな、映ってないところでね。そうだってやっぱり1週間とってそれを30分にして、それ、だってもうどう考えてもさ、いろいろあるわけじゃん。だって一緒に住んでるんだもん、24時間一緒にいるわけよ。だからいろいろ起きてるじゃん、一緒にずっと住んでる中で1週間で30分しか45分だと思うけど、でもみんなのそのスタジオのトークとかマイナスにしたら大体多分30分ぐらいになると思うんだけど、それを見てそれが全てってなんで思ってしまうのかなってすごい思ってたのね。そうでもその後、そういう一日があったけど、その後別に何も思わなかったけど、でもやっぱりなんかそういうストレス発散の方法があまりにもちょっと病気じゃない？いや本当に、思わない？だって知らない人に死ねとか、この世から消えろとか、なんかクソ女とか、なんか頭の中に何が起きてそれ知らない人に怒ろうと思うの？なんかそうだね、だって DV じゃないそれ、メンタルの、言葉の DV だよね、メンタル DV だよね、一種の。そうDM で一回キモいって言われた時に、ごめんって返したことがあって、普通にごめんなさいって返したら、
いやすいませんでしたみたいな、まさか読むとは思ってなくてみたいな、ちょっと言い過ぎましたみたいな、まさか読むと思ってなくて送るんだ。そうそう、だから要はその人は届かないと思って言ってるんだよね。なるほどね。そうそう、だからゴミ捨て場にこうゴミを投げてる感じで、まさかそのゴミが自分にパーンって戻ってくると思ってないから、そうだね。えマジっすかみたいな、読んじゃったんだみたいな、いやすいませんでもその人人はめっちゃ偉くないだ、でも、まあね、それでもちゃんとさ認めて、その後なんかごめんなさいみたいな、まあそうだね、まあだってそこで別に無視でもできるじゃん、もうできるからね、申し訳ないからさ。そうだね、それはそれでちゃんと自分のミスを受け入れられるっていうのはなんか強いと思うけどね。まあ、だから中にはそういう人もいて、まあ、だから狂ってるわけじゃないんだけど、なんとなく言っちゃったみたいな、っていう人もいるんだ。そうそうそう、中にはでそういうのがこう束になってきた時に、うんまあ、とてつもないダメージを食らうよ。まあね、でもこういうことが起きたのに、ちょっとバッテリーがね切れちゃいまして、違うメモリーカードメモリーカードしかもめっちゃ確認してくれたのにめっちゃ確認したんだけど、まあビビがね100% 大丈夫って 100% 大丈夫と言ったんだけどね、そう5分で切れた。5分で切れました。はい。ごめんなさいそれがまあ This is Bibi って感じで。なんだよそれ。 This is Bibi。すいません。Yeah。いやキモいと思ったことないよ。ないんだよねないそうそうそうキモくないから。ないんですよ。ないよ。一緒に住んでたビビがね、キモいと思ったことがないんです、皆さん。いやだってめっちゃしっかりできてるじゃん。でしょ？しっかりできてるし、話しやすいし、うん。ちゃんとなんか無駄なことがない。おー。めんどくさくない。うんうんうん。もうなんかあるじゃん、うんいろいろ人がさ嘘ついたり、そうねいろいろなんか強がったり、うんうんうんなんかちょっと飾ったりしてるのがないからすごい話しやすい。いいですし、そうだからそういうところがね、カメラで映ってないです、皆さん。まあ映ってるのか、映ってるんだけど、要は編集でね使われてないわけですよね。さっきも話したけどね。だってしっかりしてるところを撮っても面白くないじゃん。そうそうそう、って面白くないからいうのがリアリティショー。そう、それがリアリティショー、皆さん分かってくださいね。その要は前後の文脈はカットされてるわけなんですよ。そこをね、まあ、想像してほしいよね。そう裏ではちょっといろいろね広く考えてもらいたいなっていうところはあるけど、裏ではケアしてるからね、ちゃんとどんなことが起きても、そう、ケアしてるし、してもらってるし、そいろんなことに番組もそうだし、で喧嘩した次の日ってか、なんなら喧嘩した日の夜には一緒に飯食って笑ってるしね。いやそれ普通の人生でしょ。そうだから全然同じだよね、誰だって同じなんですよね。みんな友達といる時別になんか喧嘩するほど仲いいって言うじゃん、言うじゃんね、そういうのもあるし、そうだからそうね。だけどまあそういうなんか台本があったっていうフェイクニュースとかあったじゃん、あれもなんかもうびっくりしたいやびっくりしたのは、こういうタイミングでこんなに辛いのに、みんながねあんなに辛いのに、家族もそうだし、いろいろなんか友達もそうだし、近くにいた人たち、そういうタイミングでなんかトレンドにしちゃう人間いるんだみたいな、結構私はなんだろう、今までいろいろこうなんか考えてあげようとか、こう嫌なことをしてくるやつらはまあ傷つけられてるからこういう風にしてくるんだろうなとか、愛足りてないからこういう風に誰かにこうぶつかったりするんだろうなとか、分かったらいいよとかしてたけど、もうあまりにも今回はすごい落ちて、気持ち的に本当になんか人間って怖いなって改めて思って、信用できる人本当にもう周りに何人かしかいないなと思って、そうでこういうなんだろう、まあもうなんなら人っていうか、もうメディアだから会社だよね。そういうニュースをメディアがさ出しちゃってるわけだから、企業が出しちゃってる。企業ってことはいろんな人いるじゃん。もちろんもちろん。その中に一人もいやこれはちょっとおかしくないですそうって言わないんだよ。その中に一人もそうなんか言える人いないんだ、まあだから強く自分の意見言える人いないね、まあだからこういう時にね、要は PV 稼ぎだよね。やばくない？こういう時にだからね、関連することを書けば何でもいいから書いちゃえばさ、人が読むから、まあね、それで儲かるわけですよね、簡潔に言えば。まあそこは本当に驚きだよね。
そう読むし、それになんか何でも頭に入れて軽くなんか情報の半分とかでも聞いて、それが全てそれが事実って思ってしまって、なんか勝手に判断して、なんかすごいな、なんか私はそういう風にむしろ人生楽だなと思った。まあそうだね。ね、確かにね。いつもいろいろ、ね、そういつもいろいろ考えちゃうから、そうだから、そうだね。何でも言われたらそれが事実になるってそのまま信じるっていうのはすごいなって思って、あんまり頭使う必要ないね。そしたらそうだね、シンプルに生きてるためね、そうだね、なんかそうだよね、あんまりなんかしっかりというか、なんか常識的になんか生きていたいねなんか生きたいよね普通に、なんかモラル、別に見られてるところでも見られてないところでも、なんかいい人間でありたいよね普通に。そうやっぱりこういう大きい町に行っていろいろねあるから、自分もクソになりやすいんだよね。わかる？煩悩だらけでね。でしょ？だってこう来てそのままやられたからやり返すっていうのがさ、みんなの普通じゃん。普通っていうか、まあ多分 85% はみんなそうやっちゃうじゃん。こうされたらこうやり返すみたいな。されてこう飲んで、いやでも同じことやっぱり増やしたくないから、そこで、まあ、自分が強くなって、まあもちろんもうそのやられたその人に対して何もいいことしなくても別にいいと思うんだけど、だけどやり返すのも別に、ねいらないじゃん、ね、それはやっぱりでもここまで落ちたとしてもでも思った、絶対にクソになりたくない、どんだけ辛くても。それ何の話だった？何に対して話したっけ？難しいね。まあでも非常に難しいところで、はっきり言ってそういうセンシティブな問題を扱う方が正直エンターテインメントとしては面白いんだよね。だってずっといつも言われてたじゃん、なんか私たちご飯食べてウェイってなってるところだけ撮ると何にもおもろくない、誰も見ないでしょ。誰も見ないでしょ。普段ね、俺とかリビとかカイとかね、3人で本当ずっとくだらない会話してるんだけど、ずっとね下ネタの会話ずっと下ネタの会話してるんですよ。残念ながら一切映ってないんですよそれは。カメラの前で話しなくない？だってまあね、でも話してる時もあったよ。結構朝とかまあ夜かね、なんか音楽とか聴きながらウェイって結構くだらない会話してんだけど、まあそれは使われないわけで、まあストーリーにならないじゃん。まあね、ならないからね。だから結局そういう激しいシーンとかをなんか使った方が面白いからさ。なんかね、こうやって広く考えられない人もこうたくさんいるわけじゃん。なんかいろいろあるんだろうなとか、ずっと撮ってる中でいろいろ多分話してるんだろうけど、一部しか見てないなとかさ。そうなんだよ、そこがね。そういうのをさ、こうどっかでさ一言書いてもらいたかった。まあ確かにね。編集されてますよとか、そういう一言でさ、多分ちょっと、なんかこうテラスハウスがこう始まる前にさ、その台本一切ございませんけれども編集されてますよと。確かにね。それ欲しかったね。っていうのは、多分そうだね。だって編集されてるってもう普通にわかるじゃん。わかるわかる。でしょ？だって24時間見てるわけじゃないじゃん。だけどそうだね、こうやって決めつけちゃう人もいるわけだから、そこでちょっとねいる。まあだからそれも難しくて、本当にリアルタイムだと思ってる人もいるらしい。いる。だから俺がこう夢と2人の写真をアップしてさ、それ明らかに雪降ってんだけど、雪降ってんのにアドバイスとかくれる人いるから。なるほどね。そうまだ北海道いるんですかとか、ここ行った方がいいですよみたいな。なるほどね。前の話やっていう。そう雪降ってるし。2ヶ月前だからっつって。そうね。服も違うしね。全然服違うからアウター着てるからっていう。要はその思い込む人にとっては
リアルであると思い込めば思い込むほど面白いんだよね。まあ、見てる側はいやのめり込むから、そうだね、あれを一つのリアルな話としてのめり込めばのめり込むほど面白いじゃん。まあそうだよね。もうなんか自分も一緒に住んでるぐらいのテンションで、そうだよね、なんか友達テンションで来るから。そう友達テンションであの野郎みたいな、どんんな面で言ってんだそれみたいな。だからそう思った方がおもろいじゃん。まあね、なんか要は前後にいろいろあるんだろうなっていう見方だとさ、なんか確かにちょっとおもろくなくなるんだよね、エンターテインメントとして。まあ、それだとしても、会ったことないじゃん、話したこともないのに、本当それなんで私たちのこと全て知ってる前提で話してくるのいや本当にそれっていうのは分からない。それは本当に常に思うけど、お前誰やねんっていう、ね、コメントしてくる人にはお前誰なんだっていうのは常に思ってる。なんかそれすごいなと思って。本当すごい、ね、相当なんか結構面白いよね、もうそこまでいくと。友達に対しても私そういうこと言えないんだよね。確かに言えないよね。なんかもしかして、いちいちなんかこれ今見てるけど、でも裏側もあるんじゃないかなって。いつも裏側ってその悪い意味でじゃなくて、こういうこと考えてやったかもしれないし、こういうことが起きてだから今こういう感情になってやってくれたかもしれないし、いろいろあるじゃん、バックグラウンド、人間って、でそうだから、そうだね、一つ一つ聞いて話すんだけど、それでね、それですらさ、こうやって一緒にいて話すことも、したこともないのに、すごいよね、決めつけるのがね。そうね。真に受けてね、それこそ俺のことをなんか性暴力加害者予備軍だみたいな言った人もいて、やばいじゃん、もうなんか犯罪者呼ばわりされてるの俺でそれこそ英語だともうレイピストとか言われてるし、あとプレデターとか英語で言われてるよ。それレイピストとか。それはもう日本人じゃないってこと？もう日本人じゃない、外人から来るの。セクシャルアサルターとかいろいろ言われてるんだけど、もうとんでもない長文で英語で来たりするんだよね。本当に全世界に見られてるんだなって思うんだけど、そうだから、いやあれを見てこうよく決めつけたなっていう、そもそもさっきも言ったけどね、前後の文脈がない中での映像だし、しかもセクハラとかを言えるのってさ、本人が言うことなんで、本人がセクハラって言ったらそれはセクハラでいいけど、いやいや誰なんだお前はっていう、画面の向こうからあれはセクハラだってこう、どうやって決めつけられるんだっていうね、のがやっぱありますよね、真面目な話。でもそこで怒らなかったでしょ。怒んないだって、なんか割と同じことが、似たようなことが起きたんだけど、テラスハウスの中でそれで覚悟して自分で決めてやったわけだから。そうだから一歩引いてみれば、そうやってこう視聴者的にはセクハラだっていうことも含めてエンターテインメントだから、そう石を投げることまでがテラスハウスだからさ、彼らにとっては。私もなんか言われてたね、まだ諦めないのみたいななんかそういうめちゃくちゃさ、テレビ上にさめっちゃずっと諦めない女になってるじゃん。だってだねだけどこいつ長えなっつって、そうでしょ、どこまでこいつそうで分かんないのみたいな、もうそう演技より無理だよって言われたじゃんみたいな、そうですごい、私はこういう風に言うけど、かなりこう強く言われてたのね、でもさ、私たちってめちゃくちゃ仲いいじゃん。やばい、もう思ってないほどのマジで仲いいんです、全員。だってここが喋ってる姿とかなかったでしょだよね。ないよね。使われてないからね。使われてない。だからストーリー上めっちゃ仲いいっすね。めっちゃ仲いいからね。ストーリー上いらなかったのかな、それはね。そうだよね。わかんないけどね。そうだね。でもいらなかったし。いらないね。だってここに話したらだって何もなんないじゃん。そうだね。下ネタとか結構使われたらおもろかったはずなんだけどね。でもそれは置いといて、それは置いといて、何にも繋がってないっていうか、もう本当になんかもう男同士で喋ってるみたいな感じでしょ。ブラザーだから。ブラザーだし。でもそうだね、私は一番言いたかったことはそこ、なんか別にリアリティショーかどうか、自分の人生かどうか、何においても自分が一番正しい、全て分かってるって思い込んじゃうのはあんまり自分に得しないんじゃないかなとは思うんだけど、あくまでも自分の考え方だけど、自分にもいいこともないし、周りにもいい影響ないから、誰も幸せになれないじゃん。あんまり、ちょっとそこを考えてもらいたいなっていうところはある。
そうまあ私もいろいろ今後さやりたいと思ってるけど、もっとこういう話広げたいし、そのためにそのドラマとかも作ってるし、そうだからそうだね、まあ、すごい難しい世の中だね今は。まあね、いろんな情報も溢れてるし、いろんな、まあ、世界も早いし、こう毎日何かしら変わったりしていくから、すごいストレス溜まりやすいと思うけど、とはいえ他人にこうぶつかること、ぶつけることはちょっとあんまりっていうか、なんかそうね、あんまりそういうなんか理解できない申し訳ない、そのまま言っちゃう、理解できないそれ。なんかもうちょっとね、お互いに責任感をね、なんか育てていきたいと思う。そうなんかもう社会に出たらもう自分だけじゃないから、なんか人のことも思いやりのあった世界の方がやっぱり幸せだし楽しいし、こうなんかこうせっかく生きてるわけだからさ、ね、手足もあってさ、まあそうじゃない人も世の中もいるかもっていうか、まあいるじゃん。まあ、それだとしてもこう感謝できるところはたくさんあると思うけど、そうだからそれをこう忘れずに生きていきたいね。いや本当にそう。まあある意味だから今回の件でそれをね、思い直してくれた人がある程度はいるんじゃないかなとは思うんですけどね。それを信じたいね。まあそうじゃないと思う、なんだこの世の中はって感じですけど。なんだこの世の中って思ってしまったらめちゃくちゃもうこの世の中にもう本当に、絶望しかしないからね。でしょ、でその1週間ぐらい私めっちゃ絶望してた、もう本当に誰もいない島に逃げたいと思う。もう一回本当に消えたいと思ったもん、もう家に引きこもるのもだからあんまり酔っ払ったし、一回もう本当に意識飛ばしたいと思って、結局まあ残念ながらね、やめろっつってもさ、そういうの言うやつは消えないじゃん正直。まあね、やめろっつったって消えないんで、そういう言うやつらはね。いや私はやめてっては言ってるんじゃなくて、考えてよと思って、なんかそうね、もうなんかまず考えてください。だから投稿する前になんか考えろっていうボタンがね、そう出てくるといいけどね。お前本当にそれ投稿するんだなとか、それなんかだけでだいぶ違う、本当にそれを言いたいのみたいな、あなたの画面にの向こうにも命がありますよみたいな、そうね、警告を出してくるたりしたらまだいいのかもしれないけど、お母さんにこれを見せたらお母さん OK 出してくれるのみたいな。確かにね、そういうとかね、そう20年後息子と娘がこのコメントを読みますがよろしいですかみたいな。いいね、それめっちゃいいね。めっちゃいいよね。それめちゃくちゃ責任感なんか感じるね。そうだって自分のお父さんとお母さんの暇つぶしがさ SNS でさ社長キモいとかさ言っちゃってんのってもうつまんなすぎない？その人生って。いやてか私そういうお母さん信用できなくなるでしょ、信用っていうか尊敬できなくなる。1ミリも尊敬できないじゃん、つまんなそうっていう、人の人生生きてるてか人としてなんかもう人間性疑っちゃうレベル。それもう絶対そういう人と仲良くなれないし、そばに置きたくないじゃん、ね。だから乗り越えた後にも自分のことを尊敬できる人でありたい。なんかわかる？なんかああいう時ああいうことしちゃった自分みたいな、思っちゃうと私結構そこで落ち込んじゃうから、こういうなんか落ち込んで傷ついちゃって、それで自分がかわいそうと思ってしまって人のことを傷ついちゃったって、自分が傷つけられてるから人のことを傷つける権利はないからね。まあ俺は言いたいのは結局まあ SNS とかで誹謗中傷を書くような人ははっきり言ってまあ悲しいけど消えないと思ってるから、いなくならないと思うんで、だからこそじゃあもう社会のシステムで対抗していくしかないかなっていうのがあって、例えばさっきも言ったけどじゃあ裁判のね、手続きをもっと簡単にするとか。そうね。まああとはそのじゃあツイッターとかインスタグラム側でそのネガティブなコメントを読めないようにするとか。そうね、それがいいね。まあさっき言ったようにアラートを出すとかさ、本当に投稿していいんですかみたいな
やるだけでもだいぶ違うと思うから、そういうふうにじゃあ SNS 側、SNS の企業側が対応するとか、そういうなんだろうね、アクションが必要だなと。絶対そうだよね。でもまだ受け入れられてないっていうか、まあだから俺も正直まだ実感湧いてないんだよね。ここまで経ったけど、ここまで経って本当にここまでいなくなっちゃったのかなっていうのがまだわかんないっつうか、なんかもう、私は初めてこういうことが起きたから、人生に。だから本当になんかそうだね、時間に任せることしかできないって友達に言われて、こうやってこう笑ったりするじゃん、今は少しずつこう冷静になってきてるけど、もう本当になんか2日前とかまだこう音楽かけて朝にね、今までもずっとなんか朝に音楽かけてでちょっとなんか踊りながらこうご飯とか作って食べるんだけど、でなんかまたいつも通りのこの習慣で音楽かけてでこうちょっとこう乗るじゃん、体がそのリズムに、で鏡があってうちに、で鏡の前に撮ってこう踊りながらでこうやってパッて見て自分が踊ってる姿を見て、でこう一瞬こうなって、なんか踊ってもいいのみたいな、楽しく過ごしてもいいのみたいな、笑ってもいいのみたいな、ね、あんまりこうなんだろう、もちろん分かってるけど、でもなんかここで分かっても心が違うっていうのもあるじゃん、そうやっぱりそういうのがあって、あんまり今まで私は多分人に関してとか自分が今やってることに関してとかもう 100% フォーカスしてるけど、なかなかできなくて、途中からこう来るんだよね、もう経験できないんだとか、これはもうこういう景色も見れないんだとかいちいち来るんだよね、でみたいになるし、もうなんか本当になんかいろいろなんかこれからだったじゃんとか、その悔しみが半端ないよね、花だってことだよね。そうだからそうだね、だからいろいろそうなってて、だけどまあでも頑張んなきゃとかさなるじゃん、そうでなるけど、でもなんだろう、もう投稿を載せてたじゃん、花ちゃんと一緒に、でそれは最近2日前かな、私はそれを消してはない、すごい、聞かれるんだけど消してないよ、アーカイブにしただけなんだけど、なぜかっていうとなんかその次に何載せたってなんか嘘っぽく見えちゃう、なんかわかる、なんかその次にイエーイ笑ってるこれなんかこうなんかハッピーなこれ、載せれない、もうなんかこれ違う、なんかなんだろうね、気に食わないっていうか、なんかまだ受け入れられてないかどうかもわかんないんだよね、なんか難しい、いやわかるよ、でなんかこうインスタ開いてパーってすぐ出てくるじゃん、開いてもううわーって泣くんだよね、毎回だからこうで閉じるんだよね、別にこう忘れたいからこうアーカイブにしたわけじゃない、今こう親のためにもそうだし、こう近くにいる人たちもそうだし、こういろいろこう頑張らなきゃいけないところたくさんあるのね、正直もちろんその経済的なこともそうだしビザ的にもいろいろあるのね、その生活しなきゃいけないじゃん、だけどなんかそこでなんだろうね、ちょっと時間が必要、ね、もちろん忘れることない、けどそう少し時間が必要だなっていうのはあったから、少しだけ
そうなんかアーカイブにしたけど、でも毎回ねこのなんかスポーツウェアとか着るときも、なんかお揃いのスポーツウェア買ってたから、ピンクのね。でそれももちろん全部やっぱり一つ一つに覚えてるというか、なんかちゃんと思って使ってるから、そうなんか一緒に歩いてた街とかもそうだし、一緒に食べてたご飯もそうだし、でもなんかやっぱ写真とかこう一緒にこうついたり写真とかもなんかまさかこれもう二度とできないのみたいな、無理、そう無理、今そうだね、すぐにはちょっとねやっぱり難しい、そうこうやって多分切り替えることはできないから私は気持ち、そうだから一回ちょっとそうね、まあそれは良くないと思う人ももうたくさんいるんだろうけど、でも私はそう決めました。で私にとっては今それが必要なことだから、そういろいろやらなきゃいけないから、そうだね。そうだからいろんな形で頑張ろう。強く生きよう。強くね。どんだけ話しても、やっぱり言いたいこともありすぎて、感情も言葉にこう表現できることもなんか言葉でね、表現できることも限られてると思ってる。難しい、非常に。そうね。いくら、そう話してもね。そうだからちょっと前向きになっていきましょう。そうね。こういう命が、こういう天使がいるっていうね、いるんだから綺麗な世界だよって。そうね。Beautiful world って感じ。ね。Good life だよ。そう。